葉だけじゃ伝わらないものを一番伝えたいのはなぜ靴底をすり減らして裸足でも止まれないのはなぜカバンの中に星空嵐の夜もそこにあるそろそろ旅に出ろローバーに咲く花よ花よゴロゴロ泥だらけ胸を焦がす夜明け夜明けそろそろ走り出せ終われるまで遊べ遊べ踊ろうよ泥だらけ胸を焦がす夜明け夜明け雨は止みそうもない。休んでいけばいいではないか。そんな、お屋敷に上がったら叱られます。こちらで雨よけさせていただければいいんです。いいから上がれ。うちわならみんな買ってやるから。でもお前たちなんだ小僧。刀など振り回すな。無礼いたすと。抜けよ。何？小僧。なんだ。すごい。どうなってるんだ。用意って言ったろ。昨日の昼なら歳三ですな。歳三。私の遠い親戚が多摩におりまして、今度奉公に来ることになっております。それで挨拶に来たんですが、とんだバラガキで。バラ。暴れん坊のことですよ。農家のせがれだってのに武士になりたいだの、名字で呼べとか。とにかく歳三ならもう多摩に帰ったはずですが。何かご迷惑をおかけしましたか？いや。四谷の玉兵ってもんだ。これおめんとこのもんだろ。実は根津のうなぎ屋で食い逃げをした小僧がこれを。また歳三さんですよ。え？さっきのお侍といい、なんであのガキあちこちで面倒を。侍？小僧のことを聞きに来た侍が？ええ、今の今まで。何？雪安殿、ようお帰りで。はい。すごいものだな、母親というのは。はあ、お若く見えますね。考えてもみよ。竜道が出奔して育ち盛りからこの年まで25年会っていないのだぞ。なのに一目で。ああ。雪安か。覚えてはおらぬか。分家の。もしかしてよく庭で。お主に池に落とされたものよ。今日は親類を代表して参った。奥様、今日はもうお休みください。そうね。我らも失礼しよう。
竜道、よかったな。お母上が覚えていてくれて。母は私を一度も雪圧殿とは呼んだことはない。幼名の宗谷と呼ぶはずだ。どうやら養子と間違えているらしい。竜道、小笠原宝三郎殿、少しお残りいただけますか。お前は江戸源たちと子供を追え。はい。養子の雪圧殿がなぜここを出たか、それを確かめたら俺も行く。ゆっくり甘えてこい。その通り。徳殿はお年のせいか少々物がわからなくなっておられる。それでなくとも25年ぶりに現れたお主をすぐにはわかるまい。養子の雪圧が帰ってきたと思ってるようだ。気にはしておりません。それにしても養子殿はなぜ。突然家を出た。誰も理由は知らぬ。養子の雪圧殿の奥方は2年ほど前に病で。雪圧、おば上の勘違いをまことにしてみぬか。おい、それはまさか。お主が帰ってきたのはまさに天のお導き。このまま元の竜道雪圧としてこの家に戻ってこぬか。俺はこの家を飛び出してとっくに感動された身です。そのようなことはどうにでもなる。いかがか。番社改め所に勤める武士として身元を請け合えとのことであれば。おい、お頭、こんなデタラメな話があるか。俺は本当なら二度とこの家の敷居をまたげぬ身分。当たり前だ。だが当主がいなくては竜道家はお取り潰しとなる。武家ってのはバカなもんだよな。勝負の花は勝ち負けの勝負につながるからなんて、こんなに育てちゃって。よく俺の居場所が分かったな。お前さん目を引く顔だからな。聞いて回ればすぐさ。武士じゃないのか。俺は絵描きで身を立てる。武士などいつでもやめられる。俺は武士になる。昨日上野に行ってきた。親戚の家でな、てっちにしてくれると。そこで何年か働いて番頭にでもなるか、のれん分けしてもらって、なんだか先の先まで見えちまった。俺は美しく生きてんだ。武士ってのは人の手本だろう。己を捨てて人を守り戦う。だけど今の世に敬う価値のある武士はどこにいる。悪かったな。だから俺がなるんだよ。武士ってのは刀持って名前もらえればなれるもんか。お前の美しさっていうのはそういうことか。そいつからはっきりと用意の気配がする。こいつはいけない。ユキさんと同じ匂いだ。どういう意味です？さて、この刀は俺の竜道雪圧のものだ。子供に銃を向けるのも。ここは俺が。結構やるだろう。脇差しと槍でし合うなんてなかなかできるもんじゃねえ。おい待てよ、今は戦いの途中だ。あれは用意か。いたぞ。小僧、さっきのプレー許せぬ。お待ちなさいよ、あんたたち。まずいぞ。あいつらの刀がみんな用意に化けたら。待て、俺なしで用意を倒せるってのか。私は養子だ。二度と実家には戻れぬ。だが武士ならば生まれた家を継ぐものではないか。雪圧殿、雪圧殿、お茶が入りましたよ。さあ雪圧殿、さあ早く、冷めてしまいますよ。
雪安殿、怪我でもなされたか？あちらこちらでぶつかったり転んだり怪我ばかりしてまいりました。その割に歩き方はうまくなりませぬ。そう。この部屋でした。私が異界に見せられ消えたのは覚えてはおられないでしょうが、私は異界に選ばれた他人とは違うものだとうぬぼれたこともありました。しかし友が思い出させてくれました。私はただのつまらない人間の一人だと。それからずっと旅をしてまいりました。当てどころのない旅です。ちょっと待ってください。今奥様はお客様と。鳥居。まあこれは林様の。無沙汰いたしました、徳様。覚えておらぬのか、竜道。お前の父は我が父、林10歳の門人。お前が幼い頃、よく私は父の友でこの家を訪ねたものだ。俺が子供の頃から。あいつらの刀がみんな用意に化けたら先にやっちまいますか。そうもいくまい。やめろって言ってんだな。俺が欲しかったのは刀でも名前でもねえ。こんなもの美しくねえ。槍を吸い込んだ。武器なら何でもいいってことですか。俺は土方歳三だ。竜道行きやつなんかじゃねえ。お前の主人のところに帰れ。あいつは雪安さんと一緒に異界に行ったことがある。そこで容易になっちまったんだ。現れたな。逃がしたか。あれを見て。地中を進んでいる。方角は上の。先回りして動きを止めましょう。どうやって？俺たちの武器はみんな吸収されてしまう。雪圧なら何とかできるかも。あいつはダメだ。どうしてです？とにかくダメなんだ今は。あなたの言ってることはよくわからない。行こう雪は。はい。おいダメだって言ってるだろ。馬が飛んだ。なかなか侍だったよ。さっき変なものを見た。俺がもっと大人になっていて戦場に立っているんだ。味方はみんな死に絶えて立ってるのは俺だけだ。その時侍は嫌になったか。いや死に場所としては悪くなかった。お主が出奔した後、わしが母の親戚筋から優れた男子を養子に紹介した。元の名は前原光隆という。奇妙な縁ですな。前原は必ず連れ戻す。つまり俺がこの家に戻ることは許さぬと。お主にはしなければならぬことがある。異界に連れ去られて無事に戻ってきた子供はお主一人。それはお主が選ばれたものであることの証だ。やめてくれ。俺はただの不眠だ。お主は綾しでも旗本でもないこの徳川を救う者となる。なら俺はますますこの家に戻りたくなった。異界のことも何も忘れてな。
本心ではあるまい。お帰りよ。仮とはいえ今この家の当主は私だ。海の神様、お帰りに。ご心配なく、私はここにいることにしましたよ。あの方は昔からあなたを気にかけておられた。25年もどこにいたのですか？私と暮らしたのは15年。それよりずっと長いではありませんか。母上、まさかお分かりなのですか？見違えるとお思いか？そうや。しかし雪圧殿と。そんな大人になられてそうやではおかしい気がして。覚えていてくださったのですか？アトル、お前の刀が用意となって上野に向かっている。あの脇差しが上野にもう一人のおめえがいるぜ、ユキ。あらまあ。これはどうも奥様。例のおめえの名を語ったガキを追っていたのよ。そしたらそのガキに雪圧の名と刀を与えたってお武家にあった上野でな。養子の雪圧殿か？俺の知ってる雪はおめえだけだ。何人もうろちょろされちゃ迷惑なんだよ。あたたたた。母上、本物の雪圧殿を連れてまいります。あの方は自分から出て行かれたのです。私から竜道雪圧という名前を消し去ったら、そこに何が残るでしょうか？何もなかったら私はそれが恐ろしい。竜道の家を潰すわけにはいかないが、それだけのために生きるのか。俺もそう思った。だがあの刀は竜道家を守る者、家を捨てようとする者を許さない。それもあの方が望んだこと。このままにせよと言われるか。25年放っておいた母と今しばらく一緒にいてはくれぬか。母上とこの家で過ごした15年、楽しゅうございました。しかしこの雪圧はそれ以上の25年生きております。その25年を捨てられません。雪圧殿、私を覚えていてくださったことを、涙が出るほど嬉しゅうございました。しかし母上、これが雪圧にございます。なんだ？間に合ったか。ここで始末をつける。厳罰ありったけの火薬を。はい、ありがとう。私を追ってきたのか。私を罰するために。あれは竜だ。ではあれが雪圧さんがケツアルコアトルと一体になった形。あの用意は竜道の綾神に等しい。このままでは切り裂かれる。そうや。あの綾神はそう爽やかという字だ。その元は邪気を払うため女性の全身に文様を描いた姿を示す。敵の攻撃を跳ね返す力があるが、なぜ女性の？そうや、竜道の幼名です。雪圧さんの名前と一緒に母が与えてくれた綾神ですよ。綾神を見せろ。雪圧さんが綾神を引き出した。あれは武士そのものを意味しているのかもしれぬな。
前原光高殿か。貴公はもはや竜道家にお主を縛り付けるものは何もない。これからはどなたか存ぜるが家宝を見つけていただきありがたく存ずる。これで竜道の家に帰れます。よろしいのか。拙者は武士、家を守るのが仕事にござればこの刀と同じ、そう悟り申した。一生竜道行圧として生きる所存。あの歳三とかいうのはどうした。多摩に帰った。だがいつか武士になるとなんだかわからなくなった。武士とはなんだ。異界と同じだ。武士になりたいと思ってみたり武士らしくしたいと思ってみたり、だが本物の武士なんて幻のようなもんかもしれねえ。偉そうに。お前は何者だと言うんだ。年老いた母親の最後の願いを聞いてやれない男をどう思う。最低だな。俺もそう思う。不思議だな。人は年を取り続けても夏は変わらずにやってくる。窓の外の空を見たら雲がハートの形に見えたよ。息を大きく吸い込めば心が大きくなった気がするね。愛とは何かなんてこの年じゃわかるわけないけど、いつの日かわかる時が来るのかな。から見える木の枝も葉も毎日毎日伸びているよ。これからも伸びてくよね。こんな時にはこんな歌が似合う。自分の今思う気持ちを口ずさめ。愛しているという素敵に響く言葉が未来にいる自分をきっと今の何倍も大きく優しくさせてくれるのかもしれない。北国奉行とは北の海から持ち込まれる異国の品々を取り締まるものだそうだ。そして禁断の品がまた一つ。21の話、聖夜に発。